木曜日、私は家族と一緒に江ノ島へ4日3泊の旅行に行きました。朝はまだ暗いうちに起きて、荷物をもう一度チェックしたりして、しっかり準備をしました。少し眠かったですが、旅行に行くと思うと、とてもワクワクして気持ちが明るくなりました。家を出て駅に向かうと朝の空気はとても涼しくて気持ちよかったです。電車に乗っている間、家族とこれから何をするか話したり、外の景色を見たりしました。だんだん海に近づくと窓から青い空と広い海が見えてきてとても綺麗でした。江ノ島に着くとすぐに海の匂いと爽やかな風を感じました。まず海の近くをゆっくり散歩しました。波の音を聞きながら歩くととてもリラックスできました。その後、写真をたくさん撮りました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。江ノ島は海の食べ物が有名なので、新鮮な魚の料理を注文しました。私はしらす丼を食べました。ご飯の上にたくさんのしらすが乗っていて、とても美味しかったです。他にも焼き魚やエビの料理を少しずつ分けて食べました。昼ご飯の後、小さなお店を見ながら食べ歩きをしました。タコせんべいやソフトクリームを食べたり、ジュースを飲んだりしました。お店の人もとても親切で楽しい時間でした。午後は神社へ行きました。長い階段を登るのは少し大変でしたが、途中で景色を見ながら休んだり、お土産屋を見たりしました。神社ではお賽銭を入れてお祈りをしました。その後、カフェに入って休みました。冷たい飲み物を飲みながら、家族とゆっくり話をしました。夕方はホテルにチェックインして少し寝ました。夜ご飯はホテルで食べて刺身やスープなどを楽しみました。お風呂に入った後、すぐにぐっすり寝ました。金曜日の朝はゆっくり起きました。前の日はたくさん歩いたので少し体が疲れていましたが、よく休んだおかげで気分はとても良かったです。カーテンを開けて窓から海を見ると太陽の光が水に反射してキラキラと輝いていました。その景色はとても綺麗でしばらく何もせずに見ていました。顔を洗って準備をしてから家族と一緒に朝ごはんを食べに行きました。朝ごはんはホテルで用意されていて、パンや卵、サラダなどいろいろな食べ物がありました。私はパンにバターを塗って食べたり、ふわふわの卵料理を楽しんだりしました。温かいコーヒーも飲んで、体がだんだん元気になりました。家族と話しながら、ゆっくり朝ごはんを楽しみました。朝ごはんの後、もう一度神社へ行きました。今回は前の日よりもゆっくり時間をかけて歩きました。道の途中には細い路地や小さなお店がたくさんあって、
一つ一つ見ながら進みました。かわいいお土産や手作りのアクセサリーなどもあって、とても面白かったです。階段は少し大変でしたが、家族と話しながら歩いたので、あまり疲れを感じませんでした。神社に着くと、とても静かで落ち着いた雰囲気でした。お賽銭を入れて、もう一度お祈りをしました。その後、展望台へ行きました。エレベーターに乗って上まで行くと、目の前に広い海の景色が広がっていました。青い海と空がつながっているように見えて、とても感動しました。風も気持ちよくて、しばらくそこに立って景色を楽しみました。家族と一緒に写真もたくさん撮って、とてもいい思い出になりました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。この日も海の食べ物を選び、刺身定食を注文しました。魚はとても新鮮で、口の中でとろけるような食感でした。ご飯や味噌汁ともよく合っていて、本当に美味しかったです。他にも天ぷらを少し分けてもらって、いろいろな味を楽しみました。昼ご飯の後、お土産屋を見て歩きました。お店にはお菓子やアクセサリー、キーホルダーなどがたくさん並んでいて、どれも可愛かったです。私は小さいストラップを一つ買いました。色がとても綺麗で、旅行の思い出にぴったりだと思いました。その後、カフェに入って少し休みました。冷たいジュースを飲みながら、家族とゆっくり話をしました。外は少し暑かったので、涼しいカフェの中はとても気持ちが良かったです。午後は海で遊びました。砂浜をゆっくり歩いたり、波に足を入れたりしました。水は少し冷たくて、とても気持ちよかったです。貝殻を拾ったり、写真を撮ったりして、楽しい時間を過ごしました。子供たちが元気に遊んでいるのを見て、こちらまで楽しい気分になりました。夕方になると海で夕日を見ました。空がだんだんオレンジ色やピンク色に変わっていって、とても綺麗でした。波の音を聞きながら、その景色をゆっくり見ていると、とても幸せな気持ちになりました。金曜日は景色も食べ物も素晴らしくて、とても充実した一日でした。土曜日。土曜日は少し早く起きました。朝ごはんの前に一人で外に出て朝の海を見に行きました。朝の海はとても静かで人もほとんどいませんでした。波の音だけがゆっくり聞こえてとてもリラックスできました。少し砂浜を歩いたり写真を撮ったりして気持ちのいい時間を過ごしました。ホテルに戻ってから家族と一緒に朝ごはんを食べました。この日はパンとヨーグルト、そしてフルーツを少し食べました。軽い食事でしたが、体に優しくてとても美味しかったです。朝ごはんを食べながら
今日の予定について家族と話しました。朝ごはんの後、有名な岩屋へ行きました。岩屋までの道は少し長くて、階段や坂もありましたが、途中で海の景色を見ながらゆっくり歩きました。岩屋の中に入ると、とても暗くて、ろうそくの光だけで進みました。少し怖かったですが、神秘的な雰囲気でとても面白い体験でした。自然の力を強く感じることができました。岩屋を出た後、海の近くでしばらく休みました。風が気持ちよくて、ゆっくりした時間を過ごしました。その後、レンタサイクルを借りて、島の中を少し回りました。自転車で走ると歩くよりもいろいろな場所を見ることができて、とても楽しかったです。海の近くを走ったり、小さな道に入ったりして、新しい景色をたくさん発見しました。昼ご飯の前にまた食べ歩きをしました。たこ焼きや焼き魚、小さいしらす料理などを少しずつ食べました。どれも新鮮でとても美味しかったです。昼ご飯は軽くうどんを食べました。温かいうどんは体に染みてとてもほっとしました。昼ご飯の後、カフェに入って休みました。冷たい飲み物を飲みながら家族とゆっくり話をしました。その後、ホテルに戻って少し休憩しました。午後は写真を整理したり、家族とカードゲームをしたりしてのんびり過ごしました。夕方になってからもう一度海へ行きました。昼とは違って人も少なくてとても静かでした。海の近くをゆっくり散歩して綺麗な景色を楽しみました。夜になると空に星が見えました。海の音を聞きながら星を見る時間はとてもロマンチックで忘れられない思い出になりました。その後、ホテルに戻ってお風呂に入り、ゆっくり休みました。土曜日はとても充実した一日でした。日曜日。日曜日は旅行の最後の日でした。少し寂しい気持ちもありましたが、最後まで楽しく過ごそうと思いました。朝は少し早く起きて、ホテルの窓から海を見ました。朝の光が水の上でキラキラ光っていて、とても綺麗でした。朝ごはんの前にもう一度海の近くを散歩しました。朝の空気は涼しくてとても気持ちよかったです。ゆっくり歩きながらこれまでの旅行のことを思い出しました。写真を撮ったり、景色を楽しんだりして静かな時間を過ごしました。ホテルに戻ってから家族と一緒に朝ごはんを食べました。ご飯、味噌汁、魚、卵などバランスのいい食事でした。温かい味噌汁を飲むと体が元気になりました。朝ごはんの後、お土産を買いに行きました。お店にはたくさんの食べ物や雑貨がありました。私はしらすのお菓子やクッキー、かわいいキーホルダーなどを選びました。
家族や友達にあげるのが楽しみでした。お店を見て回るだけでもとても楽しかったです。その後、最後にもう一度食べ歩きをしました。たこ焼きや小さい魚の料理、甘いお菓子などを少しずつ食べました。どれも美味しくて、最後まで江ノ島の味を楽しむことができました。昼ご飯は軽くうどんと小さいご飯を食べました。食べ過ぎないように気をつけながらちょうどいい量にしました。昼ご飯の後、カフェで少し休みました。冷たい飲み物を飲みながら3日間の思い出について家族と話しました。その後、駅へ向かいました。帰る前にもう一度海を見て写真を撮りました。電車の中では少し疲れてうとうとしてしまいました。家に着いてから荷物を片付けてお土産を出しました。写真を見返すと楽しかった思い出がたくさん蘇りました。少し寂しい気持ちもありましたが、とてもいい旅行だったと思いました。木曜日、私は家族と一緒に江ノ島へ4日3泊の旅行に行きました。朝はまだ暗いうちに起きて荷物をもう一度チェックしたりしてしっかり準備をしました。少し眠かったですが、旅行に行くと思うととてもワクワクして気持ちが明るくなりました。家を出て駅に向かうと朝の空気はとても涼しくて気持ちよかったです。電車に乗っている間、家族とこれから何をするか話したり、外の景色を見たりしました。だんだん海に近づくと窓から青い空と広い海が見えてきてとても綺麗でした。江ノ島に着くとすぐに海の匂いと爽やかな風を感じました。まず海の近くをゆっくり散歩しました。波の音を聞きながら歩くととてもリラックスできました。その後、写真をたくさん撮りました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。江ノ島は海の食べ物が有名なので、新鮮な魚の料理を注文しました。私はしらす丼を食べました。ご飯の上にたくさんのしらすが乗っていて、とても美味しかったです。他にも焼き魚やエビの料理を少しずつ分けて食べました。昼ご飯の後、小さなお店を見ながら食べ歩きをしました。タコせんべいやソフトクリームを食べたり、ジュースを飲んだりしました。お店の人もとても親切で楽しい時間でした。午後は神社へ行きました。長い階段を登るのは少し大変でしたが、途中で景色を見ながら休んだり、お土産屋を見たりしました。神社ではお賽銭を入れてお祈りをしました。その後、カフェに入って休みました。冷たい飲み物を飲みながら、家族とゆっくり話をしました。夕方はホテルにチェックインして少し寝ました。夜ご飯は
ホテルで食べて刺身やスープなどを楽しみました。お風呂に入った後、すぐにぐっすり寝ました。金曜日の朝はゆっくり起きました。前の日はたくさん歩いたので少し体が疲れていましたが、よく休んだおかげで気分はとても良かったです。カーテンを開けて窓から海を見ると、太陽の光が水に反射してキラキラと輝いていました。その景色はとても綺麗で、しばらく何もせずに見ていました。顔を洗って準備をしてから家族と一緒に朝ごはんを食べに行きました。朝ごはんはホテルで用意されていて、パンや卵、サラダなどいろいろな食べ物がありました。私はパンにバターを塗って食べたり、ふわふわの卵料理を楽しんだりしました。温かいコーヒーも飲んで、体がだんだん元気になりました。家族と話しながらゆっくり朝ごはんを楽しみました。朝ごはんの後、もう一度神社へ行きました。今回は前の日よりもゆっくり時間をかけて歩きました。道の途中には細い路地や小さなお店がたくさんあって、一つ一つ見ながら進みました。かわいいお土産や手作りのアクセサリーなどもあって、とても面白かったです。階段は少し大変でしたが、家族と話しながら歩いたので、あまり疲れを感じませんでした。神社に着くと、とても静かで落ち着いた雰囲気でした。お賽銭を入れて、もう一度お祈りをしました。その後、展望台へ行きました。エレベーターに乗って上まで行くと、目の前に広い海の景色が広がっていました。青い海と空がつながっているように見えて、とても感動しました。風も気持ちよくて、しばらくそこに立って景色を楽しみました。家族と一緒に写真もたくさん撮って、とてもいい思い出になりました。昼ご飯は近くのレストランで食べました。この日も海の食べ物を選び、刺身定食を注文しました。魚はとても新鮮で、口の中でとろけるような食感でした。ご飯や味噌汁ともよく合っていて、本当に美味しかったです。他にも天ぷらを少し分けてもらって、いろいろな味を楽しみました。昼ご飯の後、お土産屋を見て歩きました。お店にはお菓子やアクセサリー、キーホルダーなどがたくさん並んでいて、どれも可愛かったです。私は小さいストラップを一つ買いました。色がとても綺麗で、旅行の思い出にぴったりだと思いました。その後、カフェに入って少し休みました。冷たいジュースを飲みながら、家族とゆっくり話をしました。外は少し暑かったので、涼しいカフェの中はとても気持ちが良かったです。午後は海で遊びました。砂浜をゆっくり歩いたり、波に足を入れたりしました。水は少し冷たくて、とても気持ちよかったです。貝殻を拾ったり、
写真を撮ったりして楽しい時間を過ごしました。子供たちが元気に遊んでいるのを見て、こちらまで楽しい気分になりました。夕方になると海で夕日を見ました。空がだんだんオレンジ色やピンク色に変わっていってとても綺麗でした。波の音を聞きながらその景色をゆっくり見ているととても幸せな気持ちになりました。金曜日は景色も食べ物も素晴らしくてとても充実した一日でした。土曜日。土曜日は少し早く起きました。朝ごはんの前に一人で外に出て朝の海を見に行きました。朝の海はとても静かで人もほとんどいませんでした。波の音だけがゆっくり聞こえてとてもリラックスできました。少し砂浜を歩いたり写真を撮ったりして気持ちのいい時間を過ごしました。ホテルに戻ってから家族と一緒に朝ごはんを食べました。この日はパンとヨーグルト、そしてフルーツを少し食べました。軽い食事でしたが、体に優しくてとても美味しかったです。朝ごはんを食べながら今日の予定について家族と話しました。朝ごはんの後、有名な岩屋へ行きました。岩屋までの道は少し長くて階段や坂もありましたが、途中で海の景色を見ながらゆっくり歩きました。岩屋の中に入るととても暗くてろうそくの光だけで進みました。少し怖かったですが、神秘的な雰囲気でとても面白い体験でした。自然の力を強く感じることができました。岩屋を出た後、海の近くでしばらく休みました。風が気持ちよくてゆっくりした時間を過ごしました。その後、レンタサイクルを借りて島の中を少し回りました。自転車で走ると歩くよりもいろいろな場所を見ることができてとても楽しかったです。海の近くを走ったり、小さな道に入ったりして、新しい景色をたくさん発見しました。昼ご飯の前にまた食べ歩きをしました。たこ焼きや焼き魚、小さいしらす料理などを少しずつ食べました。どれも新鮮でとても美味しかったです。昼ご飯は軽くうどんを食べました。温かいうどんは体に染みてとてもほっとしました。昼ご飯の後、カフェに入って休みました。冷たい飲み物を飲みながら家族とゆっくり話をしました。その後、ホテルに戻って少し休憩しました。午後は写真を整理したり、家族とカードゲームをしたりしてのんびり過ごしました。夕方になってからもう一度海へ行きました。昼とは違って人も少なくてとても静かでした。海の近くをゆっくり散歩して綺麗な景色を楽しみました。夜になると空に星が見えました。海の音を聞きながら星を見る時間はとてもロマンチックで忘れられない思い出になりました。
その後、ホテルに戻ってお風呂に入り、ゆっくり休みました。土曜日はとても充実した一日でした。日曜日。日曜日は旅行の最後の日でした。少し寂しい気持ちもありましたが、最後まで楽しく過ごそうと思いました。朝は少し早く起きて、ホテルの窓から海を見ました。朝の光が水の上でキラキラ光っていて、とても綺麗でした。朝ごはんの前にもう一度海の近くを散歩しました。朝の空気は涼しくてとても気持ちよかったです。ゆっくり歩きながらこれまでの旅行のことを思い出しました。写真を撮ったり、景色を楽しんだりして静かな時間を過ごしました。ホテルに戻ってから家族と一緒に朝ごはんを食べました。ご飯、味噌汁、魚、卵などバランスのいい食事でした。温かい味噌汁を飲むと体が元気になりました。朝ごはんの後、お土産を買いに行きました。お店にはたくさんの食べ物や雑貨がありました。私はしらすのお菓子やクッキー、かわいいキーホルダーなどを選びました。家族や友達にあげるのが楽しみでした。お店を見て回るだけでもとても楽しかったです。その後、最後にもう一度食べ歩きをしました。たこ焼きや小さい魚の料理、甘いお菓子などを少しずつ食べました。どれも美味しくて、最後まで江ノ島の味を楽しむことができました。昼ご飯は軽くうどんと小さいご飯を食べました。食べ過ぎないように気をつけながらちょうどいい量にしました。昼ご飯の後、カフェで少し休みました。冷たい飲み物を飲みながら3日間の思い出について家族と話しました。その後、駅へ向かいました。帰る前にもう一度海を見て写真を撮りました。電車の中では少し疲れてうとうとしてしまいました。家に着いてから荷物を片付けてお土産を出しました。写真を見返すと楽しかった思い出がたくさん蘇りました。少し寂しい気持ちもありましたが、とてもいい旅行だったと思いました。